して野田が秀ではない国鉄第5代総裁石田礼介物語第7話。石田礼介総裁の話第7話目となります。安全を一枚と考えていた矢先、思わぬ大事故が国鉄を襲います。そう、鶴見事故でした。あと数秒対向列車とのすれ違いが早ければ、このような大惨事になることはなかったかもしれません。憔悴した石田総裁は、遺族の前で、ただ神戸を垂れるだけでした。今回から横書きに変えさせていただきました。読みやすさを優先とさせていただいております。字幕も準備でき次第アップしますので、どうかよろしくお願いいたします。石田礼介を襲った悲劇。総裁に就任した石田は、国鉄は地域と地域を結ぶと国土の平均的開発度が使命であるというのが持論であったそうだが、朝ラッシュ時の様子を視察して通勤問題が安全問題であることを改めて思い知らさせたと言われています。実際、国鉄の監査委員長時代から安全対策については例外であるとしていたそうで、そごう総裁が線路保守費を削減しようとした際も撤回させたとも言われています。その辺を曽西野田が秀ではないから引用させていただきます。国鉄監査委員長時代石田は、儲からなきゃやっちゃいかんとしきりに口実を説いてきたが、しかし安全については例外としていた。老朽化した青函連絡船の更新を強く推進してきたし、そごう総裁が線路保守費を大幅削減することを決めると、石田はそごうに迫って全額復活させた。総裁就任直後発表した一文の中でも石田は書いている。風の向きによって時に容疑者の響きが寝室にまで届くことがある。深夜である。万物が平穏なひとときをひたすら貪っている時刻になお起きていて職務に励む人のあることを思うと厳粛な気持ちにならざるを得ない。神よ、願わくは安全を守りたまえと祈る気持ちになる。そんな思いは虚しく消える運命の日が近づきつつありました。願いは虚しく魔の土曜日11月9日。昭和38年11月9日21時51分頃、東海道本線鶴見横浜間において、下り第2360号貨物列車の後ろ3両が脱線し、上り旅客線を使用した。これに上り 2000S 電車が約92キロの速度で衝突。この衝撃により電車3両が脱線し、連頭部が折から同地点を進行中の下り 2113S 電車の4両目と5両目に衝突。4両目の後部並びに5両目の前部を刃物でえぐったような形で車両を破壊。三河島事故を上回る大惨事となった。こちらの図がですね、監査報告書の方から引用させていただきました当時の事故の見取り図になります。この事故は想定以上の大惨事であり、石田が現場の指揮を磯崎副総裁に任せるとともに、池田総理に事故が発生した旨の報告を行ったそうですが、非常に憔悴しきっていたそうです。復旧作業は鶴見駅に現地対策本部を設置するとともに、本社、関東支社、東京鉄道管理局、当時はまだ分離していませんでしたので、にも対策本部がそれぞれ設置され、負傷者は近くの病院に、遺体は鶴見の総除時に収容されたと記録されています。ショックを隠しきれない石田総裁。石田総裁は池田首相に報告後、遺体が安置されている総除時に足を運んだそうですが、160を超す棺の列を見て顔色を失ったそうです。その様子を曽西野田が秀ではないから再び引用させていただこうと思います。急を聞いた石田は、磯崎以下に現場の指揮を継がせるとともに、池田総理に電話をかけた。だが、石田は、えらいことをやりました。と言っただけで絶句する。総裁、あなたがそんなことでどうしますか。しっかりしなさい、総裁。電話の後、池田は側近に漏らした。
弱ったなぁ。大変ショックを受けているようだ。その後、前述の通り、掃除時に足を運ぶが、ずらりと並ぶ棺に言葉を失い、かろうじて証拠を済ませた後地、石田総裁は遺族の前に頭を上げられず、本当に申し訳ないことをいたしました。の議事録から見ていただこうと思います。なお、国会での証言並びに関する報告書などにつきましては、別の機会に資料をアップさせていただこうと思っております。第44回国会参議院運輸委員会第2号から抜粋。今回の事故は全く国鉄の責任でありまして、何ら疑いを入れる余地なしであります。打災者に対し、天下に対し、何ともお詫びの申しようがないのであります。それで、国鉄といたしましては、これに対して、第一に、打災者に対する弔意の問題でありますが、これは国鉄のできる範囲においてできるだけのことをいたしたい。しかも、それも早くしたいと存じております。同時に、負傷者に対しましては、早く全治をいただきますように、できるだけの努力をいたしているのであります。第2は、この事故の原因を徹底的に調査いたしまして、今後、このようなことの起こらないように、極力努力するつもりであります。それから、国鉄総裁としての私の責任問題でありますが、直ちに辞表を提出して、罹災者並びに天下に対して謝するということが考えられるのでありますが、このような安易な方法は責任上取るべき態度でないと私は確信しており、それよりは今申し上げたような処置の解決にまず全力を尽くす。そうして自分の身体問題につきましては、すべて総理大臣及び運輸大臣に出します意味において信託伺いを出す。そういう意味で、昨日私は運輸大臣に信託伺いを出したような次第でございます。それで事故の詳細につきましては、副総裁から詳しく申し上げたいと存じます。ということで続くようになっております。最後までご覧いただきありがとうございました。この事故で国鉄総裁は金をもらってすべき仕事ではないと、石田はその後、来任中の報酬をすべて返上することを決断するのですが、その辺の事情は次回お話をさせていただきます。